こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、頭の悪い教師は怒鳴る、こんなテーマでやっていきたいと思います。怖いテーマでごめんなさい。口が悪くて頭の悪いなんてね、そんなこと言っちゃってごめんなさい。申し訳ありません。ただ事実だと思うんですよね。怒鳴るといいことも実はあるんですよ。だけれども悪いことがいっぱいあるんですよ。トータルで考えた時に絶対怒鳴らない方がいいと思うんですよね。ただ冷静に物事判断できてないと怒鳴っちゃうっていうことですね。この怒鳴るのやめましょうよっていう動画を今日作っていきたいと思います。怒鳴ることによって得られるメリットと失うこのデメリットを冷静に分析し、さらにこういうようなやり方に改善していくともう怒鳴らなくてよくなりますよ。ついカットしちゃう時あるじゃないですか。ごめんなさい、最初に言っておきますけども、僕めちゃくちゃ怒鳴ったこと何回もあります。なんだったら今だって子供たちにね、怒鳴ることありますよ。うるさいんじゃ、今撮影しとるんじゃっていうね、怒鳴ることありますけれども、やっぱりこの回数というのはね、少なくしていきましょう。この動画最後までご視聴いただければそのためのヒントが得られると思いますので、よければ一緒に大人になって学んでいきましょう。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、早速やっていきたいと思います。結論です。先ほどもお伝えしましたが、怒鳴った後のデメリットがあまりにも大きいので、この怒鳴るっていうのは基本的には控えましょう。で、この怒鳴ってるっていうのはもう要するに感情的になって自分の感情をコントロールしきれていない、判断が正常に行うことができていない状況になっているので、これ結構指導者としては問題ですよねってそんなお話でございます。まず一つ目、メリットありますよ。怒鳴ったことによるねメリットっていうのは、一旦その場が落ち着いて子どもたちがガチャガチャガチャとしてる時に、こら何してんだっていう風にバシッと怒鳴るとですね、シーンとなりますよね。でシーンとなるんで学習活動がその後円滑に進んでいくことができるじゃないですか。これはきちんとメリットだと思うんですよね。ところがデメリットもあるんです。デメリットはですね、例えばですよ、怒鳴られるとカチンとくるので反発されますよね。で反発していなかったとしても怖いって思っちゃう子供もいるんですね。で怖いと思うとどうなるかっていうと、先生怖いからちょっと距離取ろうかなと関係に溝が開いて自己開示をしてくれなくなっちゃう。この自己開示の抑制効果が働くっていうことですね。さらにその怒鳴ってる様子の周りに見てる子どもたち、そして保護者同僚からの信頼も低下していくっていうことですね。こういったデメリットが複数あるわけです。これらを客観的に見た時に怒鳴るっていう、その指導ノウハウと言っていいか分かりませんけれども、怒鳴るという手段を使うことがメリットよりも明らかにデメリットの方が大きいわけですよね。だけれども怒鳴ってしまうっていうのが、これが冷静に客観的に判断ができていない状況になっているので、非常にその状況で教壇に立っているのはまずい、厳しいと思うんですね。なので怒鳴るっていうことはやめていきましょう。だけれども怒鳴っちゃうことって誰しもね一度にはあると思うんです。僕自身が怒鳴ってしまったお話をしていきたいと思います。採用2年目のお話です。小学4年生を担任していました。春かな、避難訓練の練習をしていたんですね。で避難訓練っていうのは命に関わることじゃないですか。もちろん訓練なので命には関わることではないんですが、実際に起きたら命に関わることですよね。なのでこちらとしては非常に真剣に行っているわけです。ところがその避難訓練の最中、階段を上から下に4年生ですから2階だったんですけどね、1階に降りていこうとした時に子どもたちの後ろからベラ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 話し声が聞こえてきたわけですよ。でそこでプチーンと来たわけですね。何を話してんだこれ、そこ黙らんかいっていうのをですねまだ20代前半かな、その宮沢はですねガスンというふうに言ったわけです。でその瞬間何が起きたかっていうと、シュッと静かになって滞りなく避難訓練ができるようになっていったっていうことなんですね。その瞬間で命関わることですからね、やっぱり真剣にやらなきゃいけないので、これはもう指導があって当然だと思うんです。僕はね当然だと思うんですけれども、結局この後何が起きたかっていうと、ガミ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 うるさいよね先生っていう、まだだって学級を開いてから1ヶ月あったかどうかぐらいなんで、そこからちょっとね4年生の女子女の子数名と若干関係がちぐはぐになっていったっていうのもあるし、後々これ分かったんだけど、それを見ている多学年の子どもたちが、宮沢先生っていう先生は、若い2年目の先生は怖い先生なんだっていうふうに認識してしまった子どもたちが結構何人か多学年
他学級にいたんですよね。これが翌年度以降の学級経営のやりにくさを非常に生んだんですよ。宮沢が新担任になりました。どうやら怖いらしい。だって階段で吠えてたし、みたいなことがあったんですね。トータルとして非常にまずかったかなっていうふうに思います。もちろんですよ。もちろん避難訓練、真剣な避難訓練の最中になんか悪ふざけ半分でごちゃごちゃしてるのは悪いことです。だからこれは指導すべき、行為ですね。必ず指導すべきだと思うんですけれども、その指導の仕方はもうちょっと他にあったんじゃないのかなというふうには思うわけです。じゃあどういうふうに指導をしていくと、この怒鳴るというこの指導法に、この手段にですね頼らず子どもたちと関わっていくことができるのかなというところを今から2つ紹介していきたいと思います。めちゃくちゃ有益でございます。1つ目はですね、そもそも論ですけれども、叱らないような状況を整えてから各指導支援をしていくっていうのは、これ学級経営、学習指導のセオリーなんですね。良くないことが起きてからコラじゃなくて、コラと言わない状況をあらかじめ整えてから指導支援活動に移っていくっていうことです。順番が逆なんですね。子どもの悪い状況からの指導じゃなくて、先手の指導から子どもたちの適切な行動っていう逆なんですよね。これが僕は分かってなかった。まあしょうがないですね。若手なんで見通しもありませんから、子どもたちがどんな不適切な言動を取ってくるかっていうのは想像がつかないので、ある程度若手の先生はしょうがないと思うんですが、例えば先ほどの避難訓練の例で言えば、僕たちが階段を降りていってガチャガチャ喋っているところにコラではなく、あらかじめ避難訓練直前にですね、例えば人がいっぱい混んでいて廊下や階段でストップをしてしまいました。早く降りたいのに降りることができない。後ろの人もちょっと押してくるような感じがある。危ないし腹が立つ。さあこんな時にどういう態度を取るべきでしょうかっていうような事前の指導をしておくべきだったんですよね。ところが僕は小学4年生も初めて担任をしていたし、この子どもたちとも初めて出会うので、そういった知識経験がないわけですよ。乏しいわけですよ。だからそんな指導はしませんでした。結果悪い状況を子どもたちに起こさせてしまって、こらっていうふうに怒鳴るっていう、怒鳴り散らすっていうね、後手の指導になってしまったっていうことですね。あらかじめ事前に指導をしておくべきだったかなっていうふうに思います。これはもう何回も、例えば避難訓練だったら避難訓練を1回2回3回4回5回って繰り返していくと、大体不適切な子どもたちの言動っていうものが理解できて、知識としてストックが溜まっていって、新しい子どもたちと出会ったとしても、このクラスこういうミスしそうだなっていうのはなんとなく予測できるようになるんですよね。これがいわゆる見通しってやつだと思います。だからそういった事前の指導をしておくといいかもしれません。お若い先生に関してはその見通しがないじゃないですか。でも僕と同じ鉄を踏まないでほしいんですよね。そんな時に頼りになるのが先輩です。今度の避難訓練ありますよね。何か事前に指導をしておくべきことはありますかっていうふうにぜひ聞いてみてください。そうすると先輩の先生、学年主任の先生なんかが教えてくれるんじゃないのかなというふうに思います。2つ目の指導ポイントなんですけれども、これめちゃくちゃ大事です。これをすることによって僕の怒鳴る回数っていうのはマジで減りました。超簡単なんですよ。これはですね、授業中子どもたちに対して完全に敬語で話すようにしたんですね。それまでの僕っていうのは敬語では話してませんでした。授業中にもかかわらずタメ口で喋っていましたね。お、言ってみなみたいな感じで、お、いいじゃんいいじゃん、そうそんな感じ、 OK、 じゃあ次の問題行ってみようかみたいな感じで、その辺の兄ちゃんがなんか授業やってるような感じだったんですよね。ところがなんかそれを繰り返していくと、なんかそれだけ聞くと関係が近くってね、子供も喜びそうな感じがしていい側面もありそうなんですけれども、プチンと来ちゃった時に歯止めが効かなくなるんですよね。じゃあ例えばですよ、じゃあ今からね授業始めようか、はい、日曜挨拶して、早く挨拶して、遅くない？ちょっと何回言わせんだよこら、はよやらんかいこらみたいなこと巻き舌になっちゃったりしてね、よろしくないですね。そこからこれはダメだ、僕はダメだっていうふうに思ったんで、敬語に変えるようにしましたね。キャリアの中盤くらいからでしょうか。例えばですよ、ちょっとプチンとくるカチンとくることがあったとしても、何しとんねんお前こらっていうその言葉があるじゃないですか。これ敬語に直すと、君たちは今何をしてるんですかっていう言葉になるわけですよ。同じこと言ってるんですよ。何してんだこら、何してんねんこら、君たち今何をしてるんですか。全然印象が違うじゃないですか。ただ僕はちょっとオンオフ割とメリハリつけていて、休み時間に関しては敬語じゃなくってタメ口で喋るようにしていました。お、一緒にドッジボールやろうぜっていうような感じでやっていました。授業は授業でピシッとやるんだよ。でも休み時間っていうのは関係を近づけていきたいんだ。君たちと
すごく友好的な環境を近づけていきたい、作っていきたいんだよっていうのをきちんと態度で示すようにしていたので、この時は逆に敬語が邪魔になるっていうこともあったりしたんですね。なので自分の学級経営をしていく上では、授業中は敬語、休み時間はタメ口っていう感じでフランクな感じの言い回しにしていました。これも人それぞれなのでいろんなやり方があっていいと思いますが、僕自身はそういう風にしていましたっていうことでございます。でこれでちょっと動画今日終わってもいいんですけれども、最後一つ注意点をお話しして終わりたいと思います。ですね、今日はその感情的にならずに怒鳴るってことは基本的にやめていきましょうっていうお話だったんですけれども、それは間違いないです。間違いないんですけれども、じゃあ全く感情的にならない方がいいのかって言ったら、僕はそうではないんですね。いや、感情的にはならない方がいいんですけれども、本当に許せない行為、許してはならない行為っていうものをたまに子どもたちがしてしまうわけです。例えば体や心を傷つけてしまうような行為のことをですね、それはいけませんよね。だからそれに関しては、感情的に怒鳴るというよりは、感情的にこっちがなってるんですよっていうものを伝えるような叱り方をしていったらいいと思います。例えば声のトーンも1個下げて、声量も若干上げて、だけれども敬語を使うけれども、あなた今何しましたか、説明してください。怖いですよね。相手からしたら、先生本気なんだっていうふうに思いますよね。実際は頭の中はクールではあるんだけれども、先生が本当に怒ってるんだ、それだけは絶対許さないんだ、先生も感情的になってるんだっていうような風に相手に伝わるような、それぐらいまずいことをしちゃったんだなっていう風に伝えていくことはすごく大事だと思うんですね。感情的になった時となってない時のバロメーター紹介していきたいと思います。感情的になった時には、怒った後、怒鳴った後にすぐに笑顔作れません。イライラしてるんで。でも感情的になってない時にはビシッと指導したんだけれども、さあ授業やっていこうかねコロッとちょっと気持ち悪いんだけれども、こっち感情的になってないので切り替えることができていくっていうことですね。これ一つの自分自身のバロメーターだと思いますので、よければ参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、頭の悪い教師は怒鳴るなんていうね、ひどいテーマでお話ししましたけれども、内容は決して、ひどくなかったと思います。要するに自分自身で冷静に判断ができるような状況をいつでも自分自身に作っていきましょう。そんな動画でございました。今日の動画が面白かったよ、役に立ったよっていうふうに思っていただけたら、よければいいね、コメント、そして皆さんの大事な同僚の先生にシェアしていただけるとすごい嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。最後一つお知らせさせてください。じゃん、あちらパソコンちょっと見えてますけれども、学級担任の1年という4月から3月までこういうタイミングで指導をしていくといいですよっていうものを分かりやすく解説した映像コンテンツを販売しております。で9月なんと割引期間中でございます。割引をしていますので、とってもお得でございます。半年後に迫っている学級自前、学級納めですね、そのノウハウなんかも紹介していますんで、今手に入れるか今手に入れないかだけで値段全然変わってきますんで、よければ気になった方手に取っていただけると嬉しいです。ちなみにこちらは期限なく何度でも繰り返しずっと視聴することができます。ぜひ皆さんの学級経営、学習指導のお守りにご活用ください。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。